今回は消しゴムフィギュア塗装です。ドラ消しを水性アクリル塗料で色分けペイントしていきます。フリーハンド筆塗りです。題材はドラゴンボール Z パート28のベジットです。孫悟空とベジータがポタラで合体した最強戦士です。ドラゴンボール Z ドラ消し当時物パート28のブックレットです。裏面は一色刷りの仕様で、このパート28の全14種類のラインナップ一覧文字情報、そして表面にヘッダーであり、色分け済みドラ消しのキャラクター紹介がありました。魔人ブー編のキャラクターで、このドラ消しは1995年に発売されています。アルティメット孫悟飯、孫悟空、グレートサイヤマン等、同時期にストーリー上に登場したキャラクターがたくさん。今回塗装のベジットは、右手は握り拳、左手は開き手のポージングでした。塗装前の状態です。保管状態も問題なく、ほぼ傷も汚れもありませんでした。青のカラーの消しゴムフィギュアなので、下地をしっかり、ちゃんと下地を隠蔽できるように心がけて塗装にかかりました。消しゴムフィギュアとしては標準的な造形サイズでした。ペイント前フロントビューからリアビューがこちらです。消しゴムフィギュアの塗装にあたっては、およそこんな流れで下処理をしています。煮沸して熱を加え、表面のホコリ、油分を落として自立できるように成形します。レンジン漬けして可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しを表面に塗布して、マットな塗膜を下地として作っておきます。そして塗装工程へと進みます。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはモデルカラーのホワイトグレーです。水で溶いて平筆で薄く一気に塗っていきます。薄くでいいのでさーっと塗りました。脚部、ブーツのかかとの部分にゲームカラーのカーキを使いました。黄色みを含んだ落ち着いたカーキ系のアースカラーです。派手すぎず渋い仕上がりになります。消しゴムフィギュアを筆塗りで仕上げるなら、ファレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく、発色を安定させやすいので、ミニチュアフィギュア塗装との相性は良好です。モデルカラーのホワイトグレーを再度使っています。目、歯、グローブ、ブーツに使いました。少しグレーの混ざった隠蔽力の強い、とても扱いやすい白です。下地塗装でも多用しているカラーを今回は色分けに使っています。純白ほど強い白ではないので、自然な明るさを表現しやすく、白い装甲や布、下地色、ハイライトなど幅広い用途で活躍します。隠蔽力が高く、筆ムラが出にくいのも特徴で、筆塗りとの相性も良好です。また、白を重ねる前のベースカラーとして使うことで、発色を安定させたり、純白では表現しにくい落ち着いた質感を演出したりできます。口にスポットで濃い赤色、ゲームカラーのスカーレットレッドを使用しました。ボディカラーはモデルカラーのベーシックスキントーンをメインにしました。フェイス、首元、腕部の露出箇所に。やや明るめでニュートラルな肌色です。赤みや黄色みが強すぎないので、人肌のベースカラーとして非常に使いやすく、人物フィギュアの塗装はもちろん、様々な用途に応用できます。モデルカラーらしく高い隠蔽力とマットな仕上がりで筆塗りとの相性も抜群です。筋肉や皮膚表現のベースカラー、ライトフレッシュより少し自然な肌色を作りたい時に対応しています。眉頭髪に黒です。ゲームカラーのブラックを使用です。癖の少ないベーシックな黒色です。筆塗りではそのまま使えば強いコントラストを出せる黒として便利です。水で少し薄めて牛乳くらいの濃さを目安にすると筆ムラが出にくく非常に綺麗に仕上がります。ベジットは魔人ブーとの戦いで悟空とベジータが海洋神の秘宝ポタラを使って融合した姿。2人の力だけでなく性格や戦闘センスも融合していて非常に高い戦闘力を持っています。アンダーウェアにゲームカラーのオレンジファイヤーを使いました。赤みを帯びた力強いオレンジで炎やエネルギーエフェクト、アクセントカラーの表現に最適。ゲームカラーならではの高い発色により重ね塗りによって鮮やかな仕上がりが得られます。
道着のメインカラーはモデルカラーのブルーです。癖の少ない鮮やかな標準的な青です。明るすぎず暗すぎない色合いで、アニメやロボットモデルからミリタリーモデルまで幅広く活躍します。様々な模型に使える発色と扱いやすさを兼ね備えた万能スタンダードブルーです。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。使用した塗料は水性アクリルのパレホとフォローでウォーハンマーカラーです。筆は基本は模型塗装用の面相筆です。塗装に要した時間は約60分でした。耳についたポタラには金色、ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドを使用しました。細部の書き入れと墨入れです。マービー4ドローイングの 0.02mm マーカー、超極細ペンのダークブラウンを使用しています。目、フェイス周り、アンダーウェア、頭髪、ボディ、脚部、腕部の筋肉のシャドウに使っています。塗装後はボデーペンクリア、本来は車用のトップコードですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので、薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。パレホでの色分け後、完全乾燥してからのマーカー、超極細ペン書き入れという2段階での塗装作業でした。このパートのドラ消しは少しサイズ感が小さめに感じます。細かい色分け箇所が所々にありました。フロントビューからリアビューです。これまでの制作記録から、プラモデルのドラゴンボールシリーズ、フィギュアライズスタンダードシリーズで作ったキットです。今回ペイントのベジットがスーパーサイヤ人化したスーパーベジットです。このキットには魔人ブーのミニフィギュアもついていました。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材はドラ消し、当時物ドラゴンボール Z パート28のベジットをフリーハンド筆塗り塗装しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。